皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。今回は動画編集アプリ、モーション忍者についての使い方について、第3回目として報告いたします。そもそもこのアプリ、あまり詳しい説明書がなく、とても苦労します。前回お知らせした通り、挿入した画像を前後に動かす方法と、フォントを指定する方法で、最初面食らってしまったんですが、まあ癖が強いというか、わかるまでは苦労したんですが、分かってみれば、その問題は解決しました。今は特に不便でもありません。しかし、どうしてもわからないことが一つあります。それは、エフェクトの長さを短く時間を早くしたり、あるいは長く時間を遅くするにはどうしたらいいのでしょうか、ということなんです。ただ単に両端を伸ばすだけでは、動かない部分が増えるだけで、エフェクトのスピードは変わらないんですよね。ただし PIP の動画に対してだけは動画のスピードを遅くすることでエフェクトも遅くできることを発見しました。しかしこれでは PIP の動画自体も遅くなってしまうし、静止画に対してはスピード調整ができませんので、エフェクトもスピード調整できません。ということで、どうしても変えたいという場合は、エフェクトのキーフレームの位置を自分でいじらなければならないようです。やり方としては、1、エフェクトの右端または左端を好きなサイズまで伸ばす。2、エフェクトの好きな場所にキーフレームを入れる。3、ディフォルトのキーフレームの設定をメモして、2のキーフレームに丸々手作業でコピー入力する。ただしやってみたところ、多くのエフェクトはコピーしないでも、新しいキーフレームの位置にディフォルトの設定がコピーされています。キーフレームが2つ以上あるエフェクトは手作業で修正が必要のようです。4、ディフォルトのキーフレームを削除する。以上の操作でエフェクトの長さを調整することができました。まあ、なんとも面倒くさいなんですが、よく言えばこのキーフレーム操作を覚えると、あらゆるエフェクトをプロ並みに自分で作ることも可能となるということですね。いろいろと試行錯誤していくしかないようです。もうちょっとめんどくさすぎて初心者にはおすすめできませんが、使い方を習得してしまえばあらゆるエフェクトを自分好みに調整できます。もう面倒なんだけど、私はこのアプリに永久課金してしまったからな。やっちまったな。まあ使い倒してみせましょう。以上です。